人生はサバイバル。いつも動画を見てくれてありがとうございます。おのおのの人生はサバイバルと言っていいくらい、それぞれが波乱万丈の人生を生きることとなるのが世の常ですが、人間万事塞翁が馬という格言もあります。過ぎ去った過去にとらわれすぎず、まだ来ないがいつかは来てします未来について過剰に心配しすぎず、唯一幸福を感じられる時である今現在を大切にしてほしいと思います。このチャンネルでは敵を知り己を知れば百戦危うからず、サバイバルのための敵と何なのか、それに備えるための自分の知識と心構えを充実させておいてほしい、そんなメッセージを送っていきたいと思います。今回紹介するサバイバルは、それではお楽しみください。もしも吹雪で遭難した時、どう行動するべきか。1、吹雪での遭難とは何か。吹雪は強風とともに雪が降り、視界がゼロに近い状態になる天候現象です。特に山岳地帯や寒冷地帯で発生しやすく、急な気象変動によって予期せず襲われることが多いです。吹雪による遭難は、登山者、スキー愛好者、ハイカー、車で移動中の人々など、様々なアウトドア活動中に発生します。吹雪での遭難とは、吹雪の影響で道に迷い、帰り道がわからなくなったり、強風や雪に閉じ込められて身動きが取れなくなった状況を指します。このような状況では、低体温症、飢え、脱水症状、視界不良による混乱や怪我、雪崩のリスクが伴います。特に視界が悪い状態での移動や行動は非常に危険で、最悪の場合命を落とすことがあります。吹雪による遭難リスク。1、視界不良。吹雪により視界が数メートル先も見えなくなり、方向感覚を失う危険性があります。2、低体温症。強風や冷気に長時間さらされると体温が急激に低下し、低体温症に陥るリスクが高まります。3、雪崩や雪の埋没。吹雪によって積雪が急激に増加し、雪崩が発生する危険性が高まります。また、積雪に埋もれて動けなくなるリスクもあります。4、体力の消耗。寒さと雪の中での移動は体力を急激に消耗させ、判断力が低下することがあります。5、動物や自然の危険。野生動物や凍結した地面による滑落などの危険も考慮する必要があります。こうした状況下では、適切な準備と冷静な対応が生死を分ける要因となります。2、世界で発生した有名な吹雪遭難事例。吹雪による遭難は過去に多くの悲劇を生んできました。以下に吹雪で遭難した際の有名な事例を3つ紹介し、それぞれの教訓を考察します。2.1、アメリカスクールチャイルド・ブリザード。1888年1888年1月12日、アメリカ中西部のネブラスカ州、ミネソタ州、ダコタ準州原サウスダコタ州およびノースダコタ州を中心に突然の吹雪が発生しました。特に学校が開校している時間帯に発生したため、多くの子どもたちが学校から帰宅する途中で吹雪に巻き込まれました。この大吹雪により、数百名の子どもが命を落とし、多くの家族に影響を受けました。この事件はスクールチャイルド・ブリザードとして広く知られ、吹雪の恐ろしさと迅速な避難の重要性を痛感させる出来事となりました。2.2、日本十勝岳での吹雪遭難。1971年1971年、北海道の十勝岳で山岳登山中に遭難したグループが吹雪に見舞われました。このグループは数日間救助を待つことになりましたが、極限状態でのサバイバル技術が問われました。彼らはぼんぼり雪道を掘り、寒さから身を守るシェルターを作り、救助隊が到着するまで耐え忍びました。この事例では、シェルター作りと体温保持の重要性が生還の鍵となったことがわかります。2.3、ニュージーランドアオラキマウントクックでの吹雪遭難。1982年1982年、ニュージーランドのアオラキマウントクックで登山をしていたグループが突如発生した吹雪に閉じ込められました。
彼らは吹雪の中で移動を断念し、その場にとどまってぼんぼりを掘り、救助を待つことにしました。最終的に数日後に救助隊によって発見されましたが、この事例でもぼんぼりを作って風を遮り、体温を維持する技術が生還に大きく貢献しました。3. 吹雪遭難から生還した人々のエピソード。次に、吹雪で遭難しながらも生還した人々のエピソードを紹介します。遭難期間が短いものから順に、どのように生き延びたのかを詳しく解説します。3.1 トム・ウィルソン30歳、アメリカ、ハイキング中。トムはアメリカのロッキー山脈でハイキング中に突然の吹雪に巻き込まれました。彼は視界が悪化し始めた時点ですぐに行動を停止し、風を遮る岩陰に避難しました。持参していた防寒具を着込み、食料を少しずつ消費しながら12時間の吹雪に耐え、無事に救助されました。彼の冷静な判断と準備が生還につながりました。3.2 サラ・クラーク28歳、カナダ、スキー中。サラはカナダのスキーリゾートで滑走中に突然の吹雪に遭遇しました。道を見失い、滑り続けることが危険だと判断し、近くの木々に囲まれた場所で待機することに決めました。彼女は携帯電話を持っており、GPS で位置を知らせたため、18時間後に無事救助されました。彼女は冷静に行動し、体温保持を心がけたことが生還のポイントでした。3.3 ヘンリー・シュミット35歳、ドイツ、登山中。ヘンリーはアルプス山脈で登山中に吹雪に遭遇しました。彼はすぐにぼんぼりを掘り、その中で待機することを決断しました。彼は持参していた食料と水を少量ずつ消費しながら、48時間の吹雪に耐え、無事に救助されました。ぼんぼりを作ることで体温を維持し、風雪を避けられたことが生還の大きな要因です。3.4 クリスティーナ・ジョーンズ42歳、イギリス、冒険旅行中。クリスティーナはアイスランドで冒険旅行中に突然の吹雪に巻き込まれました。彼女は荒野の中に一人でいたため、雪を使って簡易的なシェルターを作り、そこに避難しました。48時間の間、風を避けるためにシェルターに泊まり、最終的に救助隊により無事発見されました。彼女のシェルター作りが命を救った要因となりました。3.5 マーク・ジョンソン40歳、ニュージーランド、登山中。マークはニュージーランドの青ラキマウントクックでの登山中、突如発生した吹雪に見舞われました。彼は非常用テントに避難し、体温を維持しつつ食料を少量ずつ摂取して72時間耐えました。彼の冷静な判断と適切な装備の活用が生還の決め手となりました。3.6 エリザベス・ブラウン50歳、アメリカ、車での移動中。エリザベスはアメリカの山間部で車を運転中に吹雪に巻き込まれ、車内に閉じ込められました。彼女はエンジンを切り、毛布で体を温めながら車内で待機しました。彼女の遭難は4日間続きましたが、最終的に救助隊により発見されました。車をシェルターとして使い、エネルギーを節約したことが生還の鍵となりました。3.7 ジェームズ・モリス37歳、カナダ、冒険旅行中。ジェームズはカナダの北部で吹雪に巻き込まれ、5日間にわたって遭難しました。彼は近くの山小屋に避難し、持参していた非常食を少量ずつ摂取し、雪を溶かして水分を補給しました。彼の冷静な行動とリソースの有効活用が生還につながりました。4. 吹雪での遭難を克服するための技術と方法。吹雪での遭難から生き延びるための技術と方法を、これまでの事例から学んだ11個のポイントにまとめます。1. 風を遮るシェルター作り。強風と雪から身を守るために、すぐにシェルターを作ることが最も重要です。ヘンリー・シュミットやクリスティーナ・ジョーンズが実践したように、ぼんぼりを掘ることは非常に効果的な方法です。吹雪の中で無理に移動するよりも、まずは風を防げる場所を確保し、体温の低下を防ぐことが大切です。
2、移動を控える。視界が悪く、道がわからない状況では、無理に移動しようとすることは危険です。サラ・クラークのように、安全な場所を見つけて待機する方が、体力の消耗を抑え、生存の確率を高めます。3、防寒具の活用。吹雪では体温保持が生死を分けます。トム・ウィルソンは防寒具をフルに活用し、体温を持ちました。帽子、手袋、スカーフ、重ね着などをして、できる限り体の熱を逃がさないようにしましょう。4、食料と水の管理。遭難が長引く場合、持参している食料や水を計画的に消費することが重要です。マーク・ジョンソンやジェームズ・モリスが言ったように、食料を小分けにして少しずつ摂取することで、体力を維持することが可能です。5、水分の確保。吹雪の中でも水分補給は重要です。特に寒冷な環境では、体内の水分が失われやすいため、脱水症状に陥るリスクがあります。ジェームズ・モリスのように、雪を溶かして飲み水を確保することが有効です。ただし、直接雪を食べると体温を奪われるため、必ず溶かしてから飲むようにしましょう。6、ぼんぼりや即席シェルターの利用。ぼんぼりは吹雪からの保護として非常に効果的です。雪は優れた断熱材であり、風や寒さを防ぎます。ヘンリー・シュミットの事例でも、ぼんぼりが体温保持に役立ち、48時間にわたる耐久を可能にしました。緊急時には、周囲の雪や自然物を使ってシェルターを作り、吹雪の間は移動を避けることが推奨されます。7、救助信号を発信する。遭難時には、救助隊に自分の位置を知らせるための手段が重要です。サラ・クラークのように携帯電話の GPS 機能を活用して位置を知らせることができれば、早期救助の確率が高まります。また、明るい色の布や衣服を使って救助信号を作ることも有効です。8、体力を温存する。吹雪の中では、無駄な体力の消耗を避けることが重要です。移動を控え、シェルターの中でできるだけ動かず、体力を温存します。体力を使いすぎると、判断力も鈍り、低体温症のリスクが高まります。エリザベス・ブラウンのように、車内で待機しながら、無駄なエネルギーを使わずに耐えることも重要です。9、適切な装備の持参。遭難を避けるためには、適切な装備を持ち歩くことが非常に重要です。マーク・ジョンソンのように非常用テントや防寒具、食料、携帯電話などを備えておくことが、危機的状況での生還に大きく寄与します。防寒対策や救助信号を発信するための道具を事前に準備することが推奨されます。10、携帯電話や無線機の使用。現代では、携帯電話や無線機を使って緊急時に救助を要請することが可能です。サラ・クラークが GPS を活用して位置を知らせたように、通信手段を確保することで早期の救助が期待できます。電池が長持ちするよう、緊急時以外ではできるだけ携帯電話の使用を控えることもポイントです。11、冷静な判断力。吹雪の中では、パニックに陥ることが命取りになります。冷静に状況を判断し、適切な行動をとることが生還の鍵です。ヘンリー・シュミットがぼんぼりを掘る決断をしたように、状況を冷静に分析し、最善の方法を見つけることが重要です。5、吹雪遭難を克服するためのユニークな方法。吹雪遭難を克服するためのユニークな方法を3つ提案します。1、雪を利用した緊急信号作り。広大な雪原では、救助隊が空から捜索することが多いため、雪を使った大きな SOS などの信号を地面に作成することが有効です。雪を踏み固めて文字を作るか、木の枝や石などを使って目立つサインを作りましょう。2、風の流れを利用して避難場所を決定する。吹雪の中では風が非常に強く、体温を奪う主な原因となります。風の向きを確認し、風上からの吹雪を遮るための自然の障害物岩や木を利用するか、ぼんぼりを作る際に風下に位置する場所を選ぶと、
風の影響を最小限に抑えることができます。3、体を保温する自然素材の利用。遭難時にシェルターや防寒具がない場合、木の葉や枯れ枝、苔などの自然素材を使って体を包み、体温を保つことができます。これにより、直接寒風にさらされることを防ぎ、低体温症のリスクを軽減することができます。6、締めくくり。吹雪で遭難した場合の励ましと具体的なアドバイス。吹雪の中で遭難することは非常に恐ろしい体験になる可能性があります。しかし、冷静さを保ち、適切な行動をとることで生還のチャンスを大きく高めることができます。具体的なアドバイス。冷静さを保つ。最初にパニックに陥ることなく、状況を冷静に判断することが何よりも重要です。体温を保つためにすぐにシェルターを作り、無理に移動せず安全な場所で待機しましょう。救助信号を準備するぼんぼりを作ったり、車内に留まっている場合でも、救助隊が発見しやすいように信号を作り続けることが必要です。体力を温存しつつ、助けを求める手段を講じましょう。自分を信じる。どんなに困難な状況でも、自分が生き延びることを信じて行動しましょう。小さな成功を積み重ねながら、一つずつ冷静に問題を解決していくことで、最終的には救助が訪れます。吹雪の中での遭難は、生命を脅かす厳しい状況ですが、事前の準備と適切な知識があれば、生還する可能性を大いに高めることができます。どんなに厳しい状況でも、諦めずに前向きな姿勢を保ち、自分の力を信じて冷静に対処することが大切です。いかがでしたか？最後までご視聴ありがとうございました。お話が気に入っていただけた人はチャンネル登録と高評価を忘れずにお願いいたします。また、次に紹介してほしいサバイバルの知識や、こんなサバイバルの情報も欲しいといったアドバイスをコメント欄に書き込んでいただければ、さらにサバイバル学をお届けしていきたいと思います。ぜひ、チャンネル登録と高評価、また実際にこの動画、人生はサバイバルを見ての感想をコメント欄へお願いします。人生はサバイバルでした。では、また次の新たなサバイバル学の授業でお会いしましょう。